皆さんこんにちは。小さなパン工房です。新年明けましたが、1月1日の4時過ぎですね、午後の4時過ぎに、大きな揺れがありまして、私はちょうど帰省していた次女と一緒に次の日母の誕生日だったので、一緒にケーキを焼いておりました。泡立て器で卵を泡立てていた途中なんですが、グラ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 っと大きな揺れが来まして、いつもならもう終わるだろうという感覚でもっと大きな揺れが来まして、我が家は2階建てなんですけれども、ミシ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 と音を立てまして、2階部分が大きく揺れました。お正月で母も一緒におりましたので、母と次女と私と3人でテーブルの下に隠れまして、そのうち犬たちもやってきまして、みんなで揺れが収まるのをテーブルの下に隠れておりました。今までに経験したことないほどの揺れだったんですが、それでも震度5強ぐらいですね。その時に携帯のアラームがピー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 と鳴りましたので、これは大変なことになったぞと思いまして、すぐにテレビをつけました。そうしましたら、能登地方の方ですね、すごい震度7という大きな揺れがあったとのことで、テレビのアナウンサーの方たちが大津波警報大津波警報ということで、逃げてください、高台に逃げてくださいとテレビのニュースでやっておりました。で、私の住んでいるところはですね、海からも遠く離れてますので、山もありませんし、崖崩れの心配もなかったんですけれども、私が生まれ育ったところは海のすぐそばでして、そこには親戚もたくさんおりますし、友達もおりますので、とても心配しましたが、お正月ということで息子さんたちがちょうど来ていたので、息子さんたちと一緒に山の方に避難して、その後公民館で避難をしていたということでした。東北の大きな地震がありましたけれども、その後ですね、こちらの方でも海岸沿いの地域ではよく大きな津波を想定して避難訓練をされているという話を聞いたことがあります。その訓練をしていたおかげでスムーズにお年寄りの方たちも避難できたのではないかなと思います。もう1月1日ということで、まさかこんな日にこんな大きな地震が来るとは思っていなかったんですけれども、いろんな震災のために備蓄というか準備をしていくということはすごく大切だとニュースや記事で読みますが、それでもね、こんなに身近に起こるとはあまり思っていませんでしたので、あまり準備もちゃんとしてなかったですね。それで息子たち夫婦はマンションの6階に住んでるんですけれども、すごく揺れたということで、息子は仕事の関係上地震の後すぐに仕事に行きましたので、小さな赤ちゃんとお嫁さんが我が家で避難をしておりました。地震の後に大きな余震がまた来るかもしれないということで、家族みんなで私の家で避難しておりました。で、今のうちにホタテに充電をしといた方がいいと主人から電話ありまして、それをすぐに 100% に充電しまして、その後お水ですね、ポリタンクとか大きな鍋なんかにお水を汲んで、そしてお風呂場にも水を張って断水に備えておりました。それでニュースでも見たんですけれども、ガソリンですね、車のガソリンが足りないということで、皆さんやっぱり避難するにしても車にガソリンがないと避難できませんので、ガソリンを入れにガソリンスタンドの方に長蛇の列ができているとニュースを見ました。やっぱり車もね、満タン状態にしておくことが大切だなとすごく痛感しました。それとですね、ハッピーワンの屋根にはソーラーパネルが積んであるんですけれども、そちらのソーラーパネルは150ワットの発電量なんですね。なので少しは発電するんですけれども、発電量がもっと300ぐらい、本当はもっとそれ以上あるといいのかなと今回すごく感じました。被災した場合ですね、やっぱり車の中に食料を 2,3 日分の食料を積んでおくのもいいのかなと今回思いました。お米とかお水とか、あとインスタント食品とか、これはね、いただいた乾パンなんですけれども、缶の中にパンが入ってますので、こういったものとかいろいろ考えてみて
この車の中で 2,3 日は避難できるようなことも考えていきたいなと思っています。こんなアイデアがあるよ、こうした方がいいよという情報がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、今回こちらのポタ電を 100% まで充電させておきました。それとこちらもですね、こちらも 100% きちんと充電させておきました。2000W、こちらも 2000W で 4000W 使えますし、でこちらも 100% 充電させておきました。3台。それとお水ですね。こちらからゆうさんにもらったんですけども、こういうタンクも用意しておくといいなと思いました。こちらにしっかり水を溜めておきまして、ね、これ。で、こちらのこういう家中の大きな鍋を持ってきまして、ここにも水を溜めておきました。そして懐中電灯と、こちらポータブルラジオですね。これもライトがつくのかな。でこんなレスキューシートとかこんな感じで家にあるものでさささっと準備しましたね。あと眠る時もですね、ベッドの横に厚底の靴を置いておきまして、すぐに脱出できるように、そして自分の貴重品とかそういうものもカバンの中に詰めて就寝しました。で今のところ大きな余震は福井の方ではやってきていないんですけれども、こんな感じで常にポタ電の方は充電させておきたいなと思いました。今回私たちが住んでいる福井なんですけれども、そんなに大した被害はないんですけれども、お隣の石川県や富山県も甚大な被害を被っているとニュースで見ました。主人も仕事で輪島市の方に入ったりしてるんですけれども、もう地面が波打っていてそれ以上進めなかったりですとか、爆弾を落とされたみたいに家屋が潰れているとか、そういったことを私たちに電話で教えてくれています。お亡くなりになられた方や被災に遭われた方に本当にお見舞い申し上げます。それで避難生活をされている方もいらっしゃると思うんですけれども、例えば私ですと近くの公民館が第一避難場所で、その次体育館ですね。例えば私には犬が2匹いますが、犬を連れてはいけないと思うんですよね。そして今回も孫がやってきましたが、まだ1歳なので避難所生活は大変だと思いますし、私の母も80になりますので辛いと思います。そんな時にこちらのキャンピングカーがあれば、この中でちょっと休んだり、ペットもこの中に入れておけたりするので、このキャンピングカーをレジャーとか遊びに使うだけじゃなくて、被災した時のためにシェルターになるように、そういったことも考えていきたいなと今回の地震で強く感じました。いつもご視聴くださりありがとうございます。今回の地震で私なりに思いついたことを動画にしてみました。いつもご視聴ありがとうございます。